こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。こんばんは、マリサだぜ。今日は20年以上前のパソコン、X68000 を、実機からエミュレータ並行した話を、思い出と雑談を交えて語っていくぜ。X68000 と言っても知らない人いるだろ。簡単にだけど説明させてもらうぜ。X68000 は、1987年にシャープから発売されたパーソナルコンピュータで、CPU にはモトローラの MC68000 を採用していたんだ。68000といえばメガドライブにも採用されていたな。VRAM やメインメモリーなどは比較にならないが、CPU は同じだな。他にも、当時のマッキントッシュやアーケードゲームの多くに68000は採用されていたんだ。細かい性能のことなどは長くなるから今回は割愛するが、当時稼働していたアーケードゲームがそのままのクオリティで、移植できる性能だったんだ。今じゃ、当たり前だけど当時はすごいことだったんだな。当時はまだ Windows すらない時代だったからな。Mac が先駆け的に GUI を開発して、X68000 も Mac を意識していたのか、SX Window という GUI を開発していたんだ。この時代に、これはすごいな。ただ SX Window は、動作が重めなのとソフトの少なさから、あまり使われなかった印象だ。それよりも、ユーザーが作った同人 GUI のウィンドウの方が使われていたように思う。X68000 はパワーユーザーが多かったので同人ソフトがすごく多いんだ。例えば、MSX 版のグラディウス2を移植したものとか、かなりのクオリティなんだよ。MSX の起動画面まであるとか、こだわりを感じるな。ゲームの完成度も大したものだよ。とにかく X68000 はパワーユーザーが多かったんだ。MSX 版より画面綺麗だな。X68000 に移植され発売されているメネシス90回のグラフィックを基準にしているみたいだ。これは私の X68000 エクシブです。24MHz。このスイッチで 24MHz にクロックアップできるんだ。なんか本体汚いな。何年もの間、押し入れに入れてあったので相当汚いです。そこは、気にしないでください。これはつくも電気製のミディボードです。つくもって、PC パーツとか販売してるあのつくも。つくもは当時 X68000 の周辺機器を、製造販売していたんだ。他にも、純正より安くエクシブのメモリー増設などできるアダプターなど販売してて、かなり助けられたよ。もうヤフオクで売ってしまったけど 3.5 インチ FDD ドライブとかも販売していたんだ。この X68000 は完全引退することになりました。壊れたのか？手持ちのデータのイメージ化が全て終わったので、今後触りたくなったらエミュレーターで動かすんだ。なるほど。X68000 はシャープが BIOS や OS を無償公開しているからエミュレーター移行のハードルが若干だけど低いんだ。今回、導入したエミュレーターは、XM6 の派生で現在でも更新が続けられている、XM6 タイプ G です。このエミュレーター、考えられる全ての機能が備わっています。もちろん MIDI も使えるのでコナミのゲームなど MIDI で楽しむことができます。ただ MIDI 出力はマイクロソフト GS ウェーブテーブル依存なので標準ではあまり良い音を奏でることができません。
Windows 側でサウンドフォントを変えてやればいいのか。ああ、今回すでに変更してあるんだぜ。これはファイラーだな。ああ、昔ずっとこれ使ってたんだ。昔 24MHz にクロックアップ改造成功してパフォーマンスを見ながらニヤニヤしていたんだ。変態だな。いや、それほどでも。褒めてないって。今と違ってオーバークロックするのにハンダゴテが必要な時代だったんだよ、明智くん。誰だよ。そうそう、全くサウンドについての話をしていなかったぜ。X6 万8000のサウンドは同時発音数8音の FM 音源と ADPCM1 チャンネルなんだけど、これを制御する MXDRV が開発されて、ユーザーによってたくさんのサウンドライブラリが生み出されたんだ。少し聞いてみるか。ミディシーケンスみたいで渋いな。FM 音源のゲームミュージックと言ったらナムコかな。コナミじゃないのか。ナムコの BGM って不思議なリズムで引き込まれるんだよな。シカトかな。ゼビウスのネームエントリーの曲なんだけど、子供の頃から頭に焼き付いてるのよ。スコア1位じゃない曲ね。2位でもいいんですね。単調なメロディーの繰り返しなんだけど、耳に残るリズムなんだよ。ナムコのゲーム音楽は、かなりの数の CD あるくらいだから人気あるんだろうな。その他には、ドラゴンバスターの曲全般も、強烈に脳裏に焼き付いてるんだ。リズム自体が単調だから、余計に耳に残るんだろうな。そうなんだよ。やばい、催眠状態になりそうだ。ナムコはインパクトある曲作るの上手だね。そうだな。せっかくだからミディサウンドも試してみるか。やったぜコナミ。SC55 風のサウンドフォントも設定しておいたぜ。サウンドフォント変更は、クールソフトバーチャルミディシンセというソフトウェアを使用しているぜ。イントロ部分のみ、内蔵音源とミディの聴き比べをするぜ。わかったぜ。
イントロだけだけど、全部聞いてたら長くなりすぎるから、この辺にしておくぜ。ミディだと全然、印象違うもんだな。ああ、ゲームによってミディサウンドの良し悪しはあるけど、FM 内蔵音源の方がしっくりくる場合が、ほとんどだと思うぜ。他にもサウンドフォントの調整やエミュ自体の音色の違いなどで、かなり印象は変わってくると思うぜ。ウプ主は、当時ゲームをミディで鳴らしたかったんだけど、X68000 本体を買って極貧生活を送っていたので、ミディにまで手を出す余力がなかったんだ。当時、X68000 なんか持ってるのスネ夫くらいだったよ。ああ、ウプ主の周りでも X68000 持ってるのは本当に少数派だったな。そんな経済事情もあって、完全に X68000 がオワコンになってから、初めてミディボードを手に入れたんだ。安く買えたの？ああ、処分価格だったはずだ。もっとも、その頃には PC98 を使っていたんだけどな。飽きたかな？時代の流れだな。時代の流れで思い出したけど、この頃職場で使っていた PC が FMR という業務用オンリーの PC で、各社、互換性が全くなかった時代だったな。Windows はまだなのか？それからしばらくして、会社が FMR 用の Windows を買ってくれたんだ。3.1 だけどな。と入ってもめちゃくちゃありがたかったぜ。ネットエスケープブラウザや表計算のロータス123の最新版が使えたからな。ちょっと何言ってるかわかんない。すまん、余談が過ぎたぜ。X68000 に話を戻すと、エミュレーターで仮想化した場合、何が一番メリットだったかというと、HDD や FDD が無限に作れることだったぜ。まあ仮想だからね。あの当時、HDD めちゃくちゃ高かったからな。フロッピードライブですら高価な時代だったよね。そうだな。そんな時代だったから、同人ツールで FDD 高速化プログラムや FDD のディスクキャッシュソフトまで作られてたんだ。ウプ主も、これらのソフトにお世話になっていたぜ。HDD を導入したのも、かなり時間が経ってからなんだ。PC98 とかでもフロッピーの枚数多いゲームとか HDD ないと遊べないゲームとかあったよね。そうだな。フロッピー3枚超えるゲームは途中で入れ替えなきゃいけないから、ストレスで、そのゲーム自体やらなくなることとかもあったな。ウプ主は7枚組のスーパーストリートファイター2のディスク入れ替えが辛すぎて、つくもに HDD を買いに行ったんだ。つくも好きだね。超のつく有料顧客だったろうな。カモネギかな？思い出にするには、あまりにも高くつきすぎたぜ。かっこよくないから。X68000 に話を戻すと、X68000 は PCM サウンドが1チャンネルしかないので、ストリートファイターのようなゲームで同時に波動拳などした場合、通常だと、片方からしか波動拳が聞こえないんだ。しかし、カプコンのゲームではソフトウェアで4チャンネルに拡張されるものなどがあるんだ。どういうこと？この映像の音声をよく聞いていてくれ。昇竜拳波動拳波動拳昇竜拳波動拳波動拳昇竜拳殴った時の効果音が聞こえないね。ああ、続いて映像を見てくれ。Round 1 Fight 波動拳波動拳波動拳
こえるようになったね。ああ、これは本来1チャンネルしかない、PCM 音源を、ソフトウェア的に4チャンネルまで拡張したからなんだ。元はパワーユーザーによって生み出された、PCM8 という、サウンドドライバーから派生した技術なんだ。しかし、ソフトウェア処理は CPU 負荷が高いため、上位機種の68030のみ4チャンネルに拡張するようになっているんだ。ストリートファイター2ダッシュは、強制4チャンネルのやり方、もちろん説明してくれるんでしょ？もちろんだぜ。起動時の判定なのでドス理解してる人なら、説明するまでもないんだけどね。起動ディスクのオートエグゼック、バットを開いて。一番簡単なのは初期値、ボイス1を4にするだけです。自分で説明してて、恥ずかしくなったぜ。基本的なこと偉そうに説明して恥ずかしいやつだな。お前が振ったんだろうが。他にも、パワーユーザーによって作成されたツールやドライバーを組み込むことで快適になるなどの、使い方ができて、X68000 は時代を先取りしていたんだ。まるでセガみたいだな。そう言われてばシャープも、後に、債務超過に。というわけで、今日はここまでにしておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうだぜ。